皆さんお待たせ、カレンゲームラボのカレンです。今回は新作アニメ超オープンワールドアクションやクォータービューアクション、さらにバトロワ系アクション、そしてダークソウルを彷彿とさせるサイファイアクションなど、アクション満載な内容でお伝えします。どれも面白そうなタイトルですが、おすすめは新作アニメ超オープンワールドアクションとサイファイアクションの2タイトル。この後紹介するので、ぜひ最後までご覧くださいませ。チャンネル登録お済みでない方は、ぜひこの機会にチャンネル登録、高評価、ポチッとお願いします。それでは、曇りなき眼で見てまいりましょう。一つ目のタイトルは、ヒットザワールド。リリース日は2024年4月17日。ジャンルは MMORPG。開発は Nexon。プラットフォームは iOS、Android、PC。ご存知の方も多いと思うのですが、本タイトル2016年にナットゲームスよりリリースした人気モバイルタイトルヒットの続編ということで、そもそもヒット知らない方のためにざっくり紹介。すべての一撃が美しいというキャッチコピーが特徴的で、スタイリッシュなアクションが楽しめるハイファンタジー RPG。当時この手の美麗スタイリッシュアクションの先駆け的なタイトルで、累計2500万ダウンロードを記録し、コーリアゲームアワードの受賞など、韓国その他の世界市場で優秀な功績を収めたタイトル。現在はサービス終了してますが、一時代のアクションジャンルの中では名作の一つに入るのではないでしょうか。ここまでが前作ヒットについて、本作ヒットザワールドはヒット特有のスタイリッシュアクションを継承しつつ、自由度の高い MMO として開発され、よりヒットを楽しめる内容となってます。ユーザーは王になるために成長する過程で領地を奪い合う大規模バトルが楽しめるとのことです。もともと2022年後半リリース予定だったのですが、クオリティアップのためリリース時期を延期し、やっと2024年4月17日にリリースとなりました。当時の開発者さんのインタビューでは、ヒットザワールドではユーザーに自らゲーム内ルールを定めることができる高い権限を与え、前作とは異なる楽しさを提供するとし、正統 MMORPG ファン層の目線に合う高い水準を実現するために開発力を集中しているので、どうかご期待くださいということで、決められたルールに沿うものではなく、自由度の高いプレイ体験ができるようです。で、今回のキャッチフレーズがまた特徴的で、仲間と目指す日本の頂点、共に作る俺たちの MMO とのことで、このキャッチに相応しい運営方針となっていて、それがこちら。誰もが参加できるエンドコンテンツ、団結すれば対抗できるバランス、ギルドコンテンツの充実、課金バランス、ゲームプレイの最適化。この4点ちょっと解説すると、1つ目、誰もが参加できるエンドコンテンツということで、初心者にはフィールド PK などない環境を提供し、レベリングしやすい状況を作り、エンドコンテンツに参加しやすくする。2つ目、団結すれば対抗できるバランスということで、強敵に対しては多人数で挑むことで対抗できるダメージ増加システムを採用。さらにサーバールールを多人数で決めることができる超率の祭壇というコンテンツが用意されており、ユーザーが長期的に遊べる環境を整えられる仕組みを提供する。そして3つ目、ギルドコンテンツの充実。リリース直後から開始される甲状戦への参加が可能で、上位10ギルドで競い合うことができる仕様。さらにギルドメンバーとミッションをこなすことで得られるポイントで競い合うイベント型コンテンツも検討中らしいです。4つ目、課金バランス、ゲームプレイの最適化では、合成システム天井機能実装。これは嬉しいですね。他国で販売された装備はプレイを通じて獲得可能。取引所の活性化に向けて需要の高いアイテムがドロップアイテムで獲得可能。パーティープレイにおける経験値増加システムなどを実装するとのことです。全体として MMO を気軽に始められる内容なのかなといった感じ。廃課金によるペイトゥーウィン要素が薄く、初心者に優しい設計のような感じがします。これだけだと上級者が楽しめる要素が見つからないのですが、そこはリリースしてからのお楽しみですかね。ということで、近々リリースするので、気になる方はぜひプレイしてみてはいかがでしょうか。続いてのタイトルは無憂。リリース日は未定、ジャンルはローグライトアクション。開発はスパークネクサ。プラットフォームは iOS、Android。開発元のスパークネクサは中国で TikTok に次ぐショート動画アプリ
クワイの開発元、クワイ賞の完全子会社で、携わっているメンバーはもともと大手ゲームスタジオで多数の人気タイトルに携わってきたメンバー。責任者はネットイースに所属していたりと、ゲーム開発に慣れたメンバーが集まっている開発スタジオ、またクワイ賞の資本をもとに設立しているということもあり、開発費などは潤沢にありそうな感じがします。本タイトルが初の作品となっていて、現在100万人事前登録達成をしていて、前評判の高いタイトル。夢をテーマにしたローグライトアクションということで、プレイヤーはドリームキャッチャーとなって乱れた夢の国を仲間たちと冒険し、夢の精霊を捕まえて契約を結び、夢の悪魔を倒し、眠る秘密を見つけて真実を解き明かしていくという内容。かなり弾幕回避や密集性の高いローグライトアクションとなっていて、類似タイトルとして分かりやすいのがバンサバやダダサバイバーですかね。しかしながらよくあるドット絵表現ではなく、アニメ調で描かれるキャラを操作し、ローグライトゲームとしての遊びが楽しめるということで、ストア評価も高く、コメントを見ていてもポジティブな意見が多く、アニメ調でさらに夢というコンセプトとローグライトという要素がうまくマッチしていることから前評判が良くなっている印象です。現状わかる範囲では PV から推察するしかないのですが、弾幕回避要素や無双要素などアクションとしての精密操作が要求されつつも、多彩なスキルで一掃できたり爽快感が得られそうな感じがします。またローグライトということで、やり込めばやり込むほど楽しさが増してくるといった感じがするので、飽きずに楽しむことが可能なのかなといった印象。ただローグライト系の難点はストーリー展開がしにくかったりするのですが、見る夢が違うという解釈でいけば、うまくローグライト系のジャンルでもストーリーを組み立てることができ、読み物としても楽しめそうな感じがします。リリース時期については不明ですが、楽しそうなタイトルなので、続報があればまた紹介します。続いてのタイトルは、ナカラブレイブポイントモバイル。リリース日は未定、ジャンルはマルチプレイバトルワーアクション。開発は24エンターテインメント。プラットフォームは Android。プラットフォームについては今後開発が進むことで増えると想定します。こちらのタイトル、2021年 Windows 用で発売されたアクションアドベンチャーバトルロイヤルゲーム、ナカラブレイブポイントのモバイルタイトル。PC 版は好評で簡単な操作で誰でも気軽にド派手な剣技アクションが楽しめることから、2021年8月12日のリリースからわずか3ヶ月で Steam での累計販売本数が600万本を突破。権威あるゲームアワードゴールデンジョイスティックアワードのベストマルチプレイゲームにノミネートされ、発売直後から高い同接数を誇り、同年9月にはピーク時同時接続数16万924人を記録。現在1日のピークタイムは5万から6万人程度と、今なお盛り上がりを見せている作品。モバイル版でも高画質なグラフィックはそのままに、操作性を最適化しリリース予定となっております。このゲームの特徴としては、バトロワで定着している重火器メインのものではなく、近接攻撃に対する重きが高く、近接武器の攻撃から発生した3すくみと遠距離武器の組み合わせや、高速でのパルクールアクションや鍵縄での空中移動アクションなどが楽しめる内容。特にこの3すくみというのが重要な駆け引き要素となっていて、防御もカウンターもできない通常攻撃、ひるまずに攻撃を続けることができる動体攻撃、タイミングよく繰り出せば動体攻撃をそらし武器を奪うことすら可能だが、通常攻撃には弱い崩しの構えの3つが用意されていて、通常攻撃のコンボは最後に必ずカウンター可能なため攻撃となるので、見計らって強烈な反撃を加えることなど、テクニック以外に運の要素もあるので、運が良ければ初心者でも上級者を倒すことが可能。ルールは馴染みのある内容で、試合は最大40人による大人数対戦形式。ほとんどのバトロワと同じくマップ上のどこかに放り出され、時間とともにフィールドが縮小していく馴染みのあるタイプ。4月1日からベータテストが開催され、評判も良く好調な形となってます。テスト終了後のアンケートなどからプレイユーザーからの意見が吸い上げられると思うので、さらにブラッシュアップされることが期待されます。今後新情報や日本展開に関する情報があれば改めてお伝えしようと思います。続いてのタイトルはアイリミット無限騎兵。リリース日は2024年予定。ジャンルはアクション RPG。開発はセンスゲームス。
プラットフォームは PS5 Steam、すでにご存知の方も多くいると思いますが、本タイトルは2019年東京ゲームショウで私有出展されて以降全く新情報がなく、今年1月に4年ぶりとなる新情報が公開され、新 PV や2024年中リリースとし、Steam ストアページが公開され、一部界隈で開発進んでたのか、今更かよ待たせやがって、この時を待っていたなどなど、人気っぷりを伺える感じ。本タイトルの概要は、原因不明の災難によって生態環境が崩された数百年後の文明が滅亡に瀕した遠い未来が舞台。現象と呼ばれる謎の液体が出現し、得体の知らないモンスターが生まれる。主人公となるプレイヤーは再生する力を持つという奇兵アリサとなり、終末の真実を探り、絶望の時代に終止符を打つというのが大まかな概要。本作はアニメ調で描かれる一撃必殺のソウルライク系アクションのため、敵の攻撃を見極め対応しないとすぐやられてしまうという手に汗握るアクションが楽しめる内容。本タイトルの売りは攻防一体のシステムを採用し、絶えず猛攻を続けることが可能で、激しい戦闘を楽しむことができる内容。バッチバチの激しい近接攻撃や距離を取る回避行動ではなく、間合いを詰めていく回避行動で、さらに左手に持つ変形フレームによる攻撃やサポートはあらゆる戦術に対応できるようになっているので、もしかしたらパリー的な要素や敵の行動を妨害できるスキルなどあり、それらを駆使することで近接戦闘における猛攻が楽しめるような気がします。PV 見る限り小型のモンスターから大型モンスターまで遊び応えのある戦闘と感じます。また戦闘以外の遊びの要素として、廃墟となる都市の探索で武器や衣装を入手することが可能。当然探索中に倒したモンスターからもドロップできる仕様とのことです。映像面もリッチに仕上がっていて、これがもしソシャゲで遊べたらかなり話題性が高かったかもしれないですね。24年中にリリースということで早期プレイができる可能性があるので、遊べるチャンスがあればぜひプレイしてみたいと思います。ちなみにまだ PC の推奨環境が不明なので、今後の続報に期待したいところです。アニメ調でダークソウル系で美少女主人公が好きな方にはおすすめの作品。続いてのタイトルはアクシズ・オブ・エタニティ。リリース日は未定、ジャンルはオープンワールド RPG、開発は天水スタジオ。プラットフォームは正式発表されてませんが、多分モバイルと PC。本タイトルの開発元の詳細情報は明らかにされていないため不明ではありますが、開発コメントを読む感じ、まだ起業して間もないベンチャーと推察します。ただ映像を見てお分かりの通り、オープンワールドでクオリティの高いゲーム開発が行えていると思うので、技術力の高いスタッフが在籍していると感じます。また開発プロデューサーのコメントでは開発経緯について話されていて、その中で気になったのが現在の主流の製品を改良するというアイデアから来ているということで、見ての通りベースとなる部分は何かのゲームに似てますよね。まあ売れているゲームの良いところを踏襲しつつオリジナリティ出していければ良いのかなといった感じ。最近はパルワールドやアズールプロミリアがまさに典型的な感じですよね。本タイトルは現状対応プラットフォームが不明ではありますが、映像を見ている限り PC のインターフェースが確認できていることから PC は確定と思います。また中国大手のモバイルプラットフォームタップタップ上で公開されていることから Android や iOS の対応も当然あると思います。ゲームの要素はかなりアクションに寄せた内容となっていて、特徴的な要素を PV 映像から視力の低下を覚悟してスロー拡大を駆使しいくつか上げると、スピード感あふれるパルクールアクションや壁走りなどストレスフリーな移動で疾走感を味わえる仕様。バトルはチーム制ではなく武器3種類装備し、それぞれのスキルを駆使しながら戦闘を行う感じ。さらに武器ごとに属性が付与されているようで、 PV で使用している刀は雷のようなエフェクトが見れることから雷属性の刀、さらに槍は氷のスキルを発動していることから氷属性の槍と想定します。また発動条件は不明ですがパリー要素が備わっていて、攻防一体の戦闘が楽しめそうな感じ。攻撃手段は基本攻撃とスキルと奥義となっていて、スキルは1つの武器に3つとなっています。
ジャスト回避的な要素はない感じ。さらにボス戦においては V 破壊要素や範囲攻撃回避のギミックなども見れることから MMO 的な要素があると想定します。原神ライクな感じで遊べるような印象。ストーリー上の演出として通常フィールドと特別なステージではキャラの見た目が変化する仕様。これによる性能の変化は特にない気がします。なお開発初期段階ということもあり表情差分がまだないという感じですね。とここまでが PV でわかる範囲の内容。パーティー編成がなく武器チェンジによって単調になりがちなバトルに変化をつけるのはなかなか良いですよね。良作と呼ばれるゲームの良いところをうまくまとめた感じがするので、これからさらに開発が進むことで良作になりそうな気がします。ちなみに番号申請については23年から24年の申請状況を確認したところ行われていないため、まだベータテストは行われない感じです。開発中止にならなければ数年以内にリリースされると思うので、今後の新情報を待ちつつお伝えできる内容があれば改めて紹介しようと思います。はい、今回はアクションゲーム満載な内容となりましたがいかがでしょうか。今後もますます期待度の高いタイトルがリリース予定なので目が離せない状況ですね。特に今年来年は原神以降に開発が進んだタイトルがリリースされ、そろそろ一巡する時期に差し掛かっているので、ここでまた新たなヒットタイトルが生まれればそれを元とした良作がバンバン制作されると思うので、いろいろ期待したいところです。ということで今回は以上となります。チャンネル登録をお済みでない方はぜひこの機会にチャンネル登録高評価ポチッとお願いします。それでは今回はこの辺でご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。